遅刻だよ。これが君の欲しがっていたコードネーム異世界の行動計画だ。各参加者のコードネームも揃ってる。もう一つ隠してるんじゃない？本当に抜け目がないな。安心してくれ。今回の情報は本物さ。そう願いたいものね。この話し方やっぱやめましょうよ。私は割と面白いと思うけどね。そもそもこの話し方をしようって提案したのは君の方でしょ？いやだってその方が漫画っぽいし。何しろ私たちって異世界にやってきたわけじゃないですか。考えてみれば超能力もあることだし、これって異世界無双冴えない私が異世界でうんたらかんたらみたいな展開が待ってるってことでしょ。私はそう簡単な話だとは思えないけどね。この世界にはどうやら周期とは異なるタイプの人類の敵がいるみたいだし。だったら私の鉄拳を食らわせてあげよっかな。はっやっみたいにボコボコにしてシュシュがこの世界の救世主になる。全世界が私に拍手喝采。かくして異世界の勇者様は波乱万丈な冒険の旅を繰り広げるのでしたってね。もう少し真面目に報告書を読んでくれると嬉しいな。どういう意味ですか？意味深な表情を。どれどれ？原価の技術によってドライバーは巨大化して現在と戦うことが可能になる。これは一体この現在ってこれがその人類の敵ってことですよね。でも変だな。人間を巨大化する技術ってそれって私のパラダイムシフトとかぶってんじゃん。これじゃ私のキャラが弱くなっちゃうんですけど。どうやらそのようだね。でも君は小さくなることもできるんだから別にいいんじゃないかな。そうではあるんですけど個性が弱まるね。一番気になるのは冒険感がなくなること。まあ異世界でゼロからやり直す漫画もあることだし、そんな小さなこと気にしない方がいいよ。いいなあ、出雲組長。飴の実取りで空間を操作できるんだから。せっかく異世界に来たんだからさ、戻る方法が見つかるまでは休暇だと思って楽しもうよ。調べたところではこの世界にも災害に対抗する手段があるらしい。私たち魔導隊と似てるけど魔導隊よりずっと強力なアイギスっていう組織がこの世界の秩序を維持しているらしいよ。私たちが何かするまでもなく世界は回ってるってことだね。開き直って羽を伸ばすチャンスだと考えてしまおう。さすが精神がお強い。ま、とはいえ戻る手段はどんどん探していかないと。でも私たちのような異世界人に対してアイギスがどう反応するかは予測ができない。最悪の場合エイリアンみたいな扱いが待ってる可能性だって高いんじゃないかな。研究のために切り刻まれたりするってこと？もしかするとね。とりあえずドライバーを目指してみるところから始めたらどうかな。ちょっと待って。ドライバーになるってそれってまさか？巨大化なんてめったに体験できるものじゃないから原価で巨大化した時の感覚を味わってみようと思ってる。
もしかすると私の能力がこの世界の原価と奇妙な化学反応を起こすかもしれないからね。巨大化されたら私の持ち味が。それに組織に潜り込めればより多くの情報も手に入る。例えば私たちがここに現れた理由とかね。さらに言えば霧から撤退する時に君と出会ったみたいに他にもこっちに来ている人間がいるかもしれないし、君も早く現実を受け入れた方がいいよ。この世界で生きていきたいならアイギスに加わって私たちの能力を使い軍の中枢に潜り込むのが一番正しい選択さ。それは私も分かってますよ。不本意ですけどね。ただしそれはもっと後の話だよ。とりあえず今晩を乗り越える。この世界での暮らしを確立するのが先だ。身分、安定した食料、住みか、そういったものが必要だね。そういえば私が午後の情報収集に出かけている間に金銭の問題は解決できたの？あ、これはこの世界のお金。これで何が買えるのかな？だいたいこの額面だと自動販売機の缶ジュース1本ってとこかな。なんでかっていうと体を小さくしてから自動販売機の下に落ちているのを見つけたから。なるほどなるほど。他に得られた成果はあるかな？なんか成果が低い感じに見えるかもですが、昼間は人通りだってあるし、誰かに見つかってトラブルにでもなったら大変ですし、だから夕方になるまで待ってこっそり自動販売機を調べに行った次第で。慎重でいいんじゃないのかな。こういう時もっと有能な感じに立ち回れたら。頑張ってるよ。その心遣いがまたもどかしい。私と出雲組長のコンボでできることを広げていきましょう。その息だよ。それから小さくなってる時に偶然聞いたんですけど、どこかにお金のために悪事を働く連中がいるんですって。私たちで懲らしめに行きましょうよ。漫画に出てくる超能力怪盗みたいに。あまり当てにできそうにないけど。いやいや、ありよりのありですよ。やっぱりお姉ちゃんに怒られちゃった。こんな時間まで怒ることないのに。しかもあのお姉ちゃんとほとんど同じ話だったし。あれ？あの人たちって。じゃあ異世界旅行初日から能力するつもりなんですか？少しでもマシな場所がいいなら小さくなって私のポケットで暮らしてみる？あ、それはちょっと魅力的かも。小さくなる？ポケットで暮らす？どうしたのかな、お嬢ちゃん。こんな遅くに出歩いちゃダメじゃないか。お家の人は？この人たちの着てる服、あのお姉ちゃんと一緒だ。もしかしてあのお姉ちゃんの友達？私たちに似た人を見たことあるの？今日の朝に。シュシュくん。私の家に来て何か食べながら話そうか。